はいどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ポイティブラックアンです。はい、皆さん本当に暑くなりましたよね。本当に暑いてですね、子供が今2人いるんですけど、子供の方がやっぱ体温が高くてエアコンをつけて寝れないと汗だくでやっぱりみんな快適に寝れないんですよ。僕寒がり、子供は暑がりなので、寝てると僕めちゃくちゃ寒くて、でドライアイなんですよね。長袖長ズボンで出るんですけど、目だけはやっぱり守ってなくて、目がね今ねドライアイ再発して目がねショコショコなんですよ。 YouTube のコメントでも結構よく聞かれるんですけど、瞬きすごいですねって言われるんですけど、夏場はね、夏と冬はもう乾燥と乾燥でもうね目がねしょぼしょぼしてます。いつももうしょぼしょぼしてて、もうねずっとこうしないともう目がねこんななって、だからねスマホもね長くねいじれないんです。ドライアイは非常に辛いので、皆さん目の酷使に気をつけましょう。はい、っていうのを置いといてですね、皆さん今回また新しいスパイクですよ。サムネからね分かる通りアシャ X メタスピード SP2 発売されます。ついにメタスピード SP2 を今日はですね、前作のメタスピード SP を比較しながら、実際に僕が試し履きした足入れ感とか感触とかもお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで要チェックでございます。それでは本題いってみましょう。レッツスターティング。パチパチ。はい、それではもう早速ドカーンメタスピード SP2 でございます。では皆さん、まずはディティールをででんででででででん。いいね、かっこいいね。はい、それではまずですね、商品機能から変更点やっていきたいと思います。まずアッパーが前作こちらモーションラップアッパーだったのが、今作はメタスピードエッジパリスカイパリ、メタスピード LD2 に搭載されているモーションラップアッパー 2.0 を採用しております。皆さん店頭で触ったことある方いらっしゃると思うんですけど、張りのあるこういうアッパーから張りはあるんですけど、こうね柔らかいメッシュっぽい、アッパーに変更されています。これ履いたんですけど、やっぱりこっちより窮屈感なくなってます。こっち結構ピターンって足に沿うようなフィット感で、伸縮性もそんなになかったんですよね。きつさが感じられるんですけど、きつい中にも伸縮性があってソフトに包まれてる感じ、本当にちょうどいいアッパーメッシュに変わっています。プライム SP2 のようなメッシュ感をもうちょっと柔らかくソフトにしてる感じ。はい、ただ柔らかくソフトにするとフィット感大丈夫かと、スピード出した時に動き制御されるのかと、グッと動かないのかと思うんですけど、ちゃんと内側はメタスピード LD2 とかと違って全部に補強が入っています。ここだけ補強が抜かれてるんですけど、あとはもう全部の内側に白い生地が貼ってあって、しっかり硬さが担保されております。あと細かい変更点でいくと、若干ここの前足部のメッシュが少なくなって補強部分が増えたかなというところでございます。破けづらくなりましたね。では続いて皆さん気になるプレートとミッドソール、変更点がこちら。厚みがですね 0.2mm アップしました。ただね、見る限りこれねめっちゃ厚くなってる感じがするんですけど、 0.2mm なんですね。はい。でアウトプレートのこちらの外側の樹脂プレートは前作より若干硬くなってハードなプレートに変更しております。マックスライとかプライム SP とかプレート硬いじゃないですか。それに合わせてね、メタスピードも硬くなったわけですよ。でミッドソールじゃなくて、このインナープレート、カーボンプレートはフルレングスで変更なしです。ということでまとめます。その前に重量 181g。 そうなんです。なんと前作よりちょっと重くなっちゃいました。10g ぐらいか、10か 15g ぐらい重くなったんですけど、履いてみるとこれ心なしかなんか軽く感じるんですよね。前作とあんまり僕変わらないような感じがします。だからマックスライとかプライム SP3 とかクロノインクスとか履いてる方はちょっとやっぱ重さはあると思うんですけど、履いてこう試し履きする中ではそんなに重量気にならないです。多分アッパーメッシュがめっちゃ軽量化されているので、皮膚に近いところの締め付けがピタッとフィットしている分、重さがそんなに感じないんだと思います。では、おさらいまとめていきましょう。まず変更点、デレンアッパーモーションラップアッパー 2.0 に変更で、ミッドソールの厚みが 0.2mm アップしました。アウトプレートは前作より硬い、プレートに変更。そして重さ重量は少し、増量しましたというところで、メタスピード SP2、今から私の、履いてみての感想をお伝えしたいと思います。
まず気になる足入れとサイズ感。ホワイトイン村上ですね、メタスピード SP26、前作も履いてますけど、今回は26で良かったです。で、しかも、僕アシックスのサイズ感、ちょっと、なんかピタッと来ないって言ってたじゃないですか、前回のサイズ感について。それよりかは、よりフィット感良くなりました。これは僕は非常に、ありがたい。はい。だからサイズは変化ないと思うんですけど、ぜひ足入れしてみてください。で、ミッドソールの説明の時に伝えた厚みが出たんで高さが高くなります。なので、ミッドソールのこの踏み潰す感じがより強く得られるようになりました。で、その分跳ね返りも強くて、よりバウンドしてる感じはもっとこの、ちょっと期待感、スピード出るなっていう期待感を得られるような跳ね感を得られるスパイクに切り替わってます。で、気になるアウトプレートの硬さが硬くなったことによってどういう風な感じがするのかっていうと、履いてみると、確かに少し硬いなっていう印象はあったんですが、蹴ると多少しなるような感じがあります。ただやっぱ前作みたいにグニョンって曲がることはないです。今までのメタスピード SP とか柔らかすぎた。いや、もうちょっと硬い方がいい。いや、プライム SP ほど硬いほどもちょっと苦手だっていう方は、非常にマッチしたスパイクになっております。あとですね、皆さんちょっとね、見てほしいんですよ。つま先がめっちゃ上がってるんですよね。じゃーらん。つま先がね、なんかニューバランスとかプーマのスパイクに近いぐらい反り上がってて、よりこのグイーンってこう前に重心が移動する感じが強くなっています。で、厚みを増してるんで、よりこう前にグラーンってフンってこう押し出すような感じがすごく強いスパイクになっております。これもですね、前回フラットで、メタスピード SP ってまだフラットで僕の中ではつけるスパイクだったんですけど、これは今回ね、どうなっているのか、こんだけつま先が上がればちょっとフォア寄りになるんじゃないかというところもありますので、これも試し履きでこの疑問を払拭していきたいと思います。ですので、全体的に本当にメタスピード SP をアッパーフィット感良くして、ミッドソール厚みを出して、アウトプレートを硬くして、推進力を、追求した、よりパワーアップしたメタスピードに切り替わっています。だから名前に出てる、メタスピード SP2、本当にいい意味でバージョンアップした、スパイクとなっております。はい、メタスピード SP2 商品機能紹介から前作のメタスピード SP と、ホワイティがちょっと履いてみての感想をお伝えさせていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんポカーンってあれメタスピード SP2 ってここのギザギザのやつとかじゃなくて、あれなんかトップ選手が履いてる、なんか黒くて透明感がギザギザのやつが SP2 じゃないのって思うじゃないですか。いや、僕も思ってたんですけど、今回こちらをメタスピード SP2、スパイクの、情報についてはちょっとですね、ホワイティまた情報が入っておりますので、シークレットとさせていただきます。で、金額こちら、29,500円とメタスピード SP から変わらずでございます。はい、それでは今回こちらメタスピード SP2 ご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。皆さん、また新しいスパイクが入り次第、情報が入り次第、こちらのステップチューブを、使わせていただいて発信させていただきたいと思います。それでは皆さん、今回の動画につきましてコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。また見たいよー。